今回は、ページのテキストウィジェット、ラジオボタン、ウィジェットについて使用例を説明します。フォーム上には、2つのラベルと1つのテキスト、1つのボタン、3つのラジオボタンを配置しました。このプロジェクトでは、テキストに入力された値をボタンを押すことによってラベル1に表示します。またラジオボタンの選択状態をラベルに表示するようにプログラムを書きました。そして、こちらのプロジェクトを Create Python GUI と Create Support モジュールで出力しています。作成された Python コードがこちらのテスト例 5.py とテスト例 5_support.py となります。このファイルを修正してボタンとラジオボタンが機能するようにしました。こちらが修正したテスト例 5.py のコードです。今回修正を加えたのは、のファイルのみとなります。まず、こちらでラジオボタンの選択状態を保持する変数セレクションボタンを定義しました。次に、ボタン位置についての設定ですが、ボタンに表示する文字として、テキスト=表示と修正しています。またボタン位置が押された時のコマンドオプションとして、ディスプレイテキスト関数を定義しています。このボタンが押されると、下に書かれたディスプレイテキスト関数が実行されます。ここでは151行でインプットテキスト変数にテキストウィジェットの内容を取得し、次の行でインプットテキストの内容をラベル1に表示します。次はラジオボタンの修正箇所ですが、ボタンの横の文字列をテキストでラジオ1と修正しています。またバリューをラジオボタン1では1としています。そしてこのボタンがクリックされた時の設定として、71行でコマンドオプションにディスプレイラジオセレクション関数を設定しています。以下、ラジオボタンに3についても同様な設定を行っています。ディスプレイラジオセレクション関数は、コードの下の方に書いています。関数内では、選択されたラジオボタンの値をラベル2に表示します。最初にセレクテッドバリュー変数に、セレクテッドボタンより値を取得します。そして、その値によってラベル2のテキストをラジオ1が選択されました。または、ラジオ2が選択されました。のように変更できるように if 文で設定しています。それでは、修正したプログラムを実行してみましょう。こちらのテキストウィジェットに文字を入力します。そしてボタンを押すと、上のラベルに入力された文字列が表示されます。もう一度、文字列を入力してみましょう。そして、ボタンを押します。すると、このように文字列が変更されます。次は、ラジオボタンについて見ていきましょう。このように、選択されたラジオボタンによって、下のラベルが変更されます。